おはようございます。タイトルにもある通り、今日はロンドンに行ってクリスマスマーケット4軒をはしごします。私はロンドンの南にあるブライトンという地域に住んでるので、12時頃に家を出て電車で2時間弱かけて1時ちょい前ぐらいにはロンドンに着きたいなというプランでいました。なんですが、なんと日曜日は電車が止まってるみたいなんですね。嘘でしょ？駅に着いたら電車が今日はありませんっていうアナウンスが流れてて、駅員さんに聞いたらバスが出てるということなのでバス停に来ました。しばらく待ったらバスがやっと来たはずが、なぜかカフェにいますね。バス乗ろうとしたら満席ですって言われて、シャトルバスみたいな感じだからどうやら予約が必要だったみたいなんですね。次の空きがなんと1時間後だったので、近くのカフェに入って時間を潰すことにしました。ちなみに今食べてるこれはミンスパイといって、イギリスのクリスマスの伝統的なお菓子みたいです。クリスマスマーケットとかにも売ってるみたいなんだけど、もう待ちきれずに食べちゃった。そしてやっとバスに乗ることができました。すでに大幅にスケジュールが乱れてるんですが、ここから電車を乗り継いで一つ目のマーケットに向かっていきます。いよいよ近づいてきました。電車を降りてテムズ川に架かる橋を渡ると、着きました。サウスバンクセンターのウィンターマーケットです。サウスバンクセンターはコンサートとかライブとかやってるような、多分劇場みたいな感じのところなんですけど、今の時期になるとそこの下でクリスマスマーケットが開かれています。ここはこんな感じでアクセサリーとかロンドンの雑貨、あとはホットドッグとかタコスみたいなファストフードをたくさん売ってました。そして私は朝から何も食べてなくてお腹がペコペコだったので、ホットドッグを買うことにしました。これね、ソーセージパリパリでパンふわふわでめっちゃ美味しかった。そしてこのマーケットの何がいいって立地が最高なんですよね。見て、川を挟んでビッグベンが見えるの。この時ちょうどゴールデンアワーで景色も最高だった。こんな感じでランドマークの観覧車もあって、ここはとにかくロンドンの観光スポットの中心地みたいな感じなんですね。だからもし冬にロンドンに来たんだったら、ビッグベン見るついでにぜひマーケットにも立ち寄ってみるといいんじゃないかなと思います。ヨーロッパの街並みって本当に美しいですよね。私これが大好き。そしてバスに乗り込んで2つ目のマーケットに向かいます。着きました。2つ目のマーケットはコベントガーデンです。ここはショッピングモールなんだけど、この装飾が本当に可愛い。そしてここのマーケットではハンドメイドの作家さんたちの作品がたくさん売ってました。そしてもう少し進むとがっつりイギリスのお土産屋さんって感じのお店もあったので、私はパディントンをゲットしました。道を挟んだ反対側にはもう少し大きめのブースが集まってて、すごい見応えがありました。そしてこっちには食べ歩きできるものもちょこちょこ売ってたので、私はホットココアを買いました。ここのマーケットは全体的に都会的で大人っぽい雰囲気でしたね。そして3つ目のマーケットは割と近くにあるので歩いて向かいます。着きました。レイセスタースクエアです。ここはもう王道なザ・クリスマスマーケットっていう感じの雰囲気です。こういう雰囲気のマーケットに来るのは実は人生で初めてだったので、すごいワクワクしてました。
そして何やら煙がもくもくしてるので、なんかお寺で頭にかぶるやつなのかなとか思ったんですけど、なんとスモア作りができるみたいなんですね。これはやるしかないということで、私もマシュマロを購入しました。それでこれ焼いてたんだけど、風向きによっては煙が目に直撃してきてめちゃくちゃしみるんですね。もう涙を流しながら一生懸命焼いてました。スモアなんて何年ぶりだろうってぐらいすっごい久々に食べたんですけど、甘くてトロトロで美味しかったです。マシュマロだけじゃなくてご飯系もかなり充実してて、どれもすごい美味しそうでした。そしてもちろんこんな感じで雑貨のお店もたくさん出てて、中でもこのお店は可愛いオーナメントたくさん売ってたので、私はこの2つを購入したんですね。家に帰って袋を開けてみたら、このツリーの方しか入ってなかったの。袋を受け取った時は2つ分入ってる感触あったんだけど、どっかで落としてきちゃったのかな。何はともあれ、フード、雑貨とこの時点でかなり充実してるこのマーケットなんですけど、一番の目玉がこのスケートリンクなんです。マーケットの中心にあって、老若男女問わず楽しんでました。私は一人だったのでさすがに滑らなかったんですけど、友達や家族、恋人とかと来てたらすごい楽しかったんじゃないかなと思います。このマーケットは王道だし、食べ物、雑貨、アクティビティと全てが充実しているので、どこ行くか迷ったらとりあえずここに来てみたら楽しめると思います。そしてラスト、4つ目のマーケットに向かっていきます。それで歩いてたらね、ちょうど道中に有名なピカデリーサーカスがあったの。そしてレジェンドストリートのイルミネーションが綺麗らしいので、そのままちょっと寄り道することにしました。こんな感じでどでかい天使がこの通りをずっと覆ってて、めちゃくちゃ綺麗でした。そしてバスに乗ってちょっと進んで、また降りて少し歩いたら見えてきました。ハイデパークウィンターワンダーランドです。知らなかったんですけど、ここは有料だったので QR コードからチケットを買って入場しました。見て、めっちゃ雰囲気可愛くないですか？私が来た方面にはゴールドゲートとレッドゲートっていう2つの入り口があって、私適当にレッドゲートから入ったんですけど、レッドゲートはこの遊園地のエリアなので、すごい賑やかで楽しい雰囲気です。遊園地エリアとはいえ、フードやドリンクもかなり充実してたし、カオスな雰囲気が最高に面白い。サイダーっていうものを初めて買ってみました。なんかリンゴ系の味するけど、のアルコールっていう感じの味。なんかね、アップルタイザーのアルコール版みたいな感じで普通に美味しかったです。そして実はこのウィンターワンダーランド、常設の遊園地じゃなくて期間限定の仮設のテーマパークなんですね。普段このハイデパークっていう場所は何もない広い公園らしいんですけど、毎年このクリスマスの前後の時期になると期間限定でこのテーマパークが出現するらしいです。それでこのクオリティってすごいですよね。そしてまだまだ他のエリアも回っていきます。ここは野外版ゲーセンみたいな感じのエリアです。 UFO キャッチャーとか射的とか、こういうよくわかんないゲームもいろいろありました。そしてここはクリスマスマーケットのエリア。こんな感じで可愛い雑貨がたくさん売られてた。そしてちょっと歩いたらこんな感じでスナックがいろいろ売られてたので、私はこのトルネードポテトを買うことにしました。ちょっと食べづらかったのと結構しょっぱかったんですけど、カリカリで美味しかったです。そして座ってポテト食べてたら体が冷えたのでホットワインを買いました。ホットワイン多分初めて飲んだんだけど結構飲みやすくて美味しかった。そんですぐ近くにはライブハウスもありました。薄暗くて爆音で音楽流れてるからクラブみたいな感じかなと思ったんだけど、意外とこの中はフードコートみたいな感じになってて、みんな座って落ち着いて食べてる印象でした。
そしてまだまだ歩いていきます。見てこれ、イギリスらしい電話ボックスの UFO キャッチャーもありました。そしてさっきから画面に映っていたであろうあの観覧車、待ち時間聞いたらなんと5分待ちで乗れるということなので乗ってみることにしました。回転が速いのはこんな感じで乗り口がいくつもあるからみたい。そしてついに乗ることができました。相乗りになる可能性があるって書いてあったんですけど、多分時間遅くてそこまで混んでなかったからか一人で独占できました。すごい、一周して終わりかなと思ったらまだ上がってきた。2周あるのかもしれないこれ。ねえ、こっちの夜景も何気に綺麗なんだよね。そんでさすがにもう終わりかなと思ったら3周目突入した。まさかの3周目に突入しました。こうして計3周の旅にて景色を存分に味わうことができました。観覧車を降りた後はクリスマスマーケットの定番らしい焼き栗を買って、またちょこっと最後のエリアを散策しました。そんなこんなでもう終電が迫ってくる時間になっていたので、名残惜しくもここらで帰宅します。いかがでしたでしょうか。今回は自分の中ではクリスマススペシャルという位置づけで BGM とかも含めクリスマス感全開の Vlog に仕上げてみました。私の住んでるブライトンも今街中クリスマスムードにはなってるんですけど、ロンドンはやっぱり規模感が違うなと思いました。この動画で少しでも皆さんに私のワクワク感が伝わってたら嬉しいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。